弱火から中火で炒める。で沸いただしをパスタに回しかけて、で混ぜ合わせてこのだしを吸わせていく。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はボンゴレロスを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティーニ、あさり、にんにく、唐辛子、イタリアンパセリ、ホールトマト、水、塩、オリーブオイルです。はい、それでは今日はワンパンパスタシリーズということで、今旬のあさりを使って僕が大好きなボンゴレロスを作っていきます。で、今日みたいなあさりとかですね、魚介のうまみを麺に出汁を吸わせていくようなパスタ料理はですね、ブロンズダイスのザラザラの麺を使うと相性がとても悪いので、そこら辺をですねちょっと今日詳しめにやっていきたいと思います。で、今日はですね2人前なので 300g のあさりを用意してます。で、あさりですね、一番懸念点はジャリッとしたりするので、それをしないためにもちょっとあさりをですねきれいに洗っていきます。で、まずはあさりに塩、これはですね水に対して 3% の塩で水を入れます。で、ひたひたぐらいの量です。で、塩をなじませる。要はここでですね海水と同じコンディションを作ってあげることによってあさりがですね砂吐きやすくなります。で、混ざったらここにアルミホイルをして、こうすると真っ暗になるので、明るいよりは暗い方がですねあさりがさらに砂を吐き出しやすくなるので、この状態にして、あとはちょっと穴開ける。で、この状態で、最低30分から1時間ぐらいですね置いておくと、あさりから汚れとですね砂が浮き出してきます。で、今1時間ぐらい置いたんですけど、ちょっと水が汚くなるので、一回この水捨てて、これをこの水道の蛇口で大丈夫なんで温度を上げて熱いお湯入れます。だいたい目安50度ぐらいがベストです。で、今ここにですねお湯を張った状態なんですけど、ここでですね 2,3 分置いてあげると、最終的にあさりがですね砂を吐くことがあるので、この状態で置いてざるで水を切って使っていきます。で、今日はですねボンゴレロッソは、ホールトマトを使っていきます。で、これは果肉の部分です。で、この果肉に塩をあらかじめしておきます。このホールトマトっていうのはそもそも野菜なので、その野菜に下味で塩をすることによってうまみ調味料の役割として今日このトマトを使っていきます。で、ニンニクはですね潰すだけです。で、これで皮のまま使って柔らかい香りを引き出していきます。で、あと唐辛子はですね2本分砕いてちょっと辛みを効かせていくのがポイントです。で、イタリアンパセリは、パセリでも大丈夫なんですけど、そのままざく切りにいつも通り刻んでおきます。はい、それでは皮のままの潰したにんにくとでオリーブオイルを加えて、でここに細かく砕いた唐辛子、ここで加熱していきます。で、今日のパスタはですねあさりのパスタなので、あさりのうまみだけでも十分に美味しい中にトマトのうまみまで入るので、ちょっと強すぎるというか美味しいんですけど強すぎるので、そこにですねしっかりとした辛みが入ることによってバランスが取れて美味しいというパスタ料理になります。はい、それでは今ふつふついってきました。あさりとトマトのうまみを大事にしたいので、にんにくの加熱はもうふつふついってきたぐらい、軽くにんにくの香りが立ってきたら、ここで掃除したあさりが入ります。で、ここでとても大事なのは火弱火です。強くしてしまうとこの油とですね水分が跳ねて引火してですねガス臭いパスタになってしまうので、ここで炒めるときはちょっとまず弱火で。
でこのニンニクオイルをあさり一つ一つにコーティングしてあげるイメージで少しこう炒めます。ここであさりの温度を上げられるので、ちょっとあさりの臭さを飛ばすイメージですね。生臭さがなくなります。弱火から中火で炒める。であさりの温度が上がってくると、もうあさりがですね小さいので飽き始めるので、そしたらマリネしたトマトが入ります。でトマトを加えたらワンパンパスタ、この中でパスタも煮込んでいくので、塩が 4g ぐらいで水を加えます。で2人前の場合だいたい 500cc ぐらいのお水が入ります。でここでですね、まずは沸点までソースを持ってきます。はい、それでは今このあさりの出汁が沸きました。そしたらパスタを加えていきます。で沸いたこの出汁をパスタに回しかけて、で2人前とかになるとですね、ちょっとあさりも入ってるとやっぱりあさりの殻が邪魔になってくるので、もう空いているあさりはこう別のざるとかにこう上げながらスペースを作ってパスタを沈めていきます。でここで一緒にニンニクも外しておく。そうすると徐々にスペースができてきたので、あさりをですねちょっと全部外します。はい、それでは今あさりが抜けた状態で沸いてる。でトマトはですね崩さないのが今日はポイントです。最後に茹で上がりの時にちょっと崩すぐらいがですね本当に美味しいので、このまま蓋をして、で火はですね強火ではなく中の強火ぐらいです。でこの状態で袋表記茹でていきます。でこのあさり、避けたあさりはですね殻がちょっと邪魔なんですね、多いから。なのでこれやってもやらなくてもいいんですけど、身と殻を分けておきます。はい、それではまだあとですね4分ぐらい茹で上がりまであるんですけど、大盛りのパスタをやるときは何回かこう、今これ少しくっついてると思います。これをちょっとほぐす作業が必要です。でこれをですね8分茹でのパスタだったら2回ぐらいやってあげるとくっつかないで美味しい状態で茹で上がります。であとは使っていくパスタは失敗しないためにはツルツルタイプのテフロン加工のパスタでやるのがおすすめです。はい、それでは袋表記になったので開けて、今いい感じにソースが減ってきました。で最後にですね仕上げの段階でこのあさりのうまみとむき身を加えて、残り1分ぐらい加熱するんですけど、火は強火です。で混ぜ合わせて、最終的にこのパスタにですね最後にこのだしを吸わせていく。でここでホールトマトを軽く潰す。でも果肉感は残しておきたいので軽くこんな感じです。でイタリアンパセリたっぷり、これで混ぜ合わせると美味しそうですね。はい、それでは今いい感じに麺にソースが絡んでとろーっとしたので盛り付け入っていきます。はい、これでボンゴレロッソの完成です。はい、いただきます。これですよ、ボンゴレ。おいしい。皆さんこのパスタはですねもう本当に無条件に美味しいです。あさりのうまみとトマトのうまみが入るのでまずくなるわけはないんですけど、そこにやっぱりこの辛みがしっかり入っているとですね
すごくいい塩梅のバランスが取れていて本当に美味しいです。でこのワンパンパスタでテフロン加工のパスタを使う利点は、ソースがドロドロにならないっていうこともあるんですけど、ちょっとボイルオーバーしちゃったっていう場合でもですね、2分ぐらいだったら美味しく作ることができます。で僕の最近出たワンパンの本の中でもボンゴレロッソのパスタを載せていて、レシピ書いてあるんですけど、今回作ったのはまたちょっとずつ違うような作り方なので、本のレシピと今回のレシピと合わせて作ってみてください。はい、ごちそうさまです。今日のこのワンパンのボンゴレロッソなんですけど、ワンパンパスタの中でも、個人的にもかなりおすすめのレシピの一つなので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。